お医者さん、いらっしゃいませんか？突然の悲鳴に、俺は思わずロビーで手を止めた。ここは、地元の老舗旅館、桜湯。幼馴染の天野ゆいが切り盛りしているこの旅館で、俺は数日ほど手伝いをしながら身を寄せていた。だが今、その穏やかな空気を切り裂くように、大将が倒れたんです。誰か助けてください。という、宿泊客の叫び声が響いている。慌てて廊下を駆け抜け、悲鳴のする玄関先へたどり着くと、そこには青ざめた顔でうずくまる、ゆいの父さんの姿があった。ゆい自身も取り乱しかけながら、一生懸命に声をかけているが、父さんは苦しげに胸を押さえ、呼吸も荒い。お父さん、しっかりして。救急車を呼んで、それまでにできることはないの？旅館のスタッフたちが取り乱す中、とっさに俺の口から言葉が飛び出す。大丈夫、俺が見ます。そうた、医者だったの？確か今、無職だって。驚きと困惑が入り混じったゆいの視線を一瞬感じながら、俺はすぐさま、おじさんの意識状態や脈を確認する。誰か枕になるもの、あと、安静にできるスペースを確保してくれ。指示を出すと、スタッフたちが慌てて動き始める。ゆいは、混乱しながらも、俺を信じてか、懸命に宿泊客を誘導して、玄関を広く開けさせた。本当に大丈夫なんですか？不安そうに覗き込んでくるスタッフに、俺は自分でも驚くほど落ち着いた声で答える。救急隊が来るまで、俺ができる限りの処置をします。心配いらない。助けられるはずだから。そう言いながら、心の奥で小さく震える気持ちを、なんとか抑え込む。医者を辞めた俺に、どこまでやれるのか。そしてこの行動が、後に大きな事件を巻き起こすことになるとは。この時は知る由もなかった。俺の名前は立花壮太。今は都会での仕事を辞め、少しの間、無職のまま地元に戻ることにした。理由を話すと長くなるが、簡単に言えば人生の岐路に立っている。というところだろう。自分でもよくわからない混乱の中、ふと思い出したのは、故郷の光景と桜湯の看板だった。そこは幼馴染の実家が営む老舗旅館だ。久しぶりに運転する車の窓を開けると、懐かしい風の匂いが流れ込んでくる。遠くに見える山々は小さい頃から変わらないし、広い田畑もやはり昔のままだ。子供の頃はよく日が暮れるまで野山を駆け回っていたっけ。あの頃は貧乏だったけど、夢と希望だけは人一倍あった。そんなことを思い出していると、いつの間にか桜湯の看板が視界に入る。天野旅館、桜湯。木製の看板に、墨で大きく書かれたその文字。俺が小学生の時からずっとそこにあったはずだ。外観は多少リニューアルされている気がするけれど、懐かしさはそのまま。ここの玄関をくぐるのは何年ぶりだろう。こんなに長い間帰らなかったなんて、自分でも驚く。玄関を開けると、畳の香りとともに、ほんのりとした温泉の湯気が鼻をくすぐった。いらっしゃいませ。そうた。奥から出てきた人影は、俺と同い年くらいの女性だ。見るなり、その声と顔でわかった。天野ゆい。幼馴染にしてこの旅館の一人娘。しかも、昔から驚くほどの美人だったが、今はさらに磨きがかかったように見える。頬にかかる緩やかな黒髪を手で軽く払いながら、少し目を丸くしてこっちを見ている。やっぱりゆいか。久しぶり。元気にしてたか。正直照れくさい。何せ会うのは何年ぶりだろうか。大学進学後、就職で都会に出てからは、ろくに帰省もしなかったからな。ゆいは少し微笑みながら、俺をじっと見つめてくる。まさか、こんな突然に来るなんて、連絡の一本でもくれればよかったのに。いや、ちょっと、行き当たりばったりで、こっちに戻るなら、まずは桜湯に寄ろうって思ったんだ。そう言って俺は曖昧に笑う。実を言えば、かなり衝動的にここに来た。都会での生活に区切りをつけたはいいが、その後どうするかも決めきれず、ただ、昔の自分を思い出したくて、ハンドルを握っていた。すると、自然とこの旅館に向かっていたんだ。
俺にとっては第二の家みたいな場所だから。まあいいや。今は時間あるの？せっかく来たんだし、ちょっとお茶でも飲もうよ。ゆいにそう言われ、俺は遠慮なくうなずいた。大きな荷物をロビーの脇に置くと、旅館の一角にある応接間へ通される。そこで出してもらったお茶は、相変わらず香り豊かで、飲むだけで心が落ち着く気がした。ゆいと向き合いながら、ふと頭に昔の思い出が溢れてくる。何年も顔を合わせていなくても、こうやってすぐに距離が縮まるのは幼馴染の不思議なところだ。俺が考え事をしていると、彼女は首をかしげて小さく笑う。懐かしいでしょ？ここ、少しリフォームしたんだけど、昔と変わらない部分も多いから、お父さんもお母さんも、やっぱり古い良さは残したいって言っててね。昔からこの旅館は、ただ泊まるだけじゃなく、温泉で湯治をしに来る人も多かった。特に年配の人たちは、ここの温泉に浸かりながら、田舎の空気で体を休ませるのを楽しみにしていた。俺も子供の頃は、自分の家で風呂に入れない時なんかに、ここの湯を借りたりしたものだ。そういえば、ソータは今何してるの？都会で働いてるって噂は聞いてたけど。突然の鋭い問いかけに、俺は瞬間的に言葉を詰まらせた。正直に言えば、もう会社を辞めた。けど、その理由を今ここで詳しく話すのも気が進まない。俺は視線を外し気味になるべく明るい口調で答える。まあ、ちょっと色々あってさ。今は何もしてないんだ。ゆっくり次のことを考えながら、しばらく田舎で休もうかなと思ってる。それを聞いたゆいは、どこか憂いの混じった表情をしていたが、深く追求はしなかった。むしろ、何かを察するように小さくうなずいて、そっか、とだけつぶやいた。そうやって会話が一段落すると、俺の頭には自然と昔の記憶が蘇ってくる。10代の頃、ゆいと俺は同じ中学、高校に通っていて、家が近いこともあり、しょっちゅう一緒にいた。実は、俺の家はかなり貧しかった。父が他界したのは、俺が中学生の時。漁業の仕事をしていた父は、台風の影響で海が荒れた時に大怪我を負い、それが原因で、あっという間に体調を崩して亡くなった。まとまった保険金もなく、残ったのは借金ばかり。母は一生懸命にパートを掛け持ちして働いたが、収入はたかが知れている。何度か夜逃げをしようかと思ったらしいが、結局は地道に返済していくしかないと腹をくくった。そして無理な生活が続いたからか、母は俺が高校を卒業する前に病で亡くなってしまった。そんな生活だったから、俺も進学を諦めるべきか何度も悩んだ。でも、ある時天野旅館のご主人、ゆいの父さんが、困ったらいつでもこっちにおいで。遠慮なんかしなくていいんだぞ。と言ってくれた。そこで初めて、旅館が当時客をもてなしながら人を癒す場所であるだけじゃなく、俺にとっては生きるために必要な温かさを与えてくれる場所でもあったと痛感した。例えば、家に米がないとき、ゆいの母さんが、まかない飯を食べていきなさいと言って、白米と味噌汁とおかずをたっぷり用意してくれたこともある。お風呂に入るお湯が止められてしまった時には、大浴場は夜中なら空いてるわよと、こっそり鍵を貸してくれた。結果的に、俺はここで温かいご飯と清潔な風呂を確保して、なんとかプライドを保ちながら暮らしを続けることができたんだ。その頃、俺は密かに、将来は病気や怪我で困っている人の力になれる仕事をやりたいと思っていた。湯治のためにこの旅館へ来るお年寄りたちを見ていると、もっと早く適切な医療を受けられたら助かったかもしれない。というケースに何度も出会っていたからだ。世の中には情報やお金がないせいで手遅れになってしまう人がいる。自分も貧乏で苦労してきたからこそ、そうした人たちを救える立場になりたい。そんな風に熱く夢を語った日のことを今でも忘れられない。一方、ゆいにも大きな夢があった。私、世界に通用する料理人になりたいんだよね。和食だけじゃなく、フレンチもイタリアンも、いろんな料理を学びたいんだ。いつかこの旅館を世界中からお客さんが来るおしゃれな場所に変えたいの。そういう彼女はいつだって目を輝かせていた。当時から
調理実習でも抜群の腕前を披露していたし、まかないを手伝うことも多かった。誰よりも勉強熱心で、雑誌や本を読み漁っては、新しいレシピを試していたっけ。俺はそんな彼女の姿を見るたびに、いつもすごいなって思わされた。自分の貧乏な境遇ばかり嘆いているわけにはいかないと。彼女から刺激をもらったのを覚えている。どんなに状況が厳しくても、自分の夢を語り合って、笑い合っていたあの頃。それを支えてくれたのが、この桜湯という場所だったんだ。それで私ね、来月からパリに行くことになったの。向こうの有名な料理学校に通いながら、レストランで働く予定。腕を磨いて、ここに戻ってきたら、さらにお客さんを満足させられる旅館にしたいんだ。ゆいがそう切り出したのは、懐かしい話に花を咲かせて、一段落した後だ。急に目の前が明るく、開けるような気持ちになる。彼女は本当に行動力がある。俺が昔ぼんやりと描いた夢には、一度も手をかけられないままなのに、ゆいはちゃんと今も進み続けているんだ。パリか。すごいな。やっぱりあの頃から変わってないんだな。俺がしみじみそう言うと、ゆいは照れくさそうに笑った。そうかもね。でも正直、怖くないわけじゃないんだよ。海外で通用するかどうかもわからないし。だけど、やらないで後悔するより、やってみて失敗する方がまだいいと思うんだよね。その言葉を聞きながら、どこか胸が苦しくなるのを感じる。俺はいつからこんなに臆病になってしまったんだろう。かつては大きな夢を持って何があっても進んでやると思っていたはずなのに、いつの間にか環境や事情を言い訳にして立ち止まってしまった。応援してる。ゆいならきっとやり遂げるよ。そう言いながらも自分がこれからどうすべきなのか。その答えはまだ見えない。曖昧な笑みを浮かべるしかなかった。ゆいは忙しそうに立ち回りながらも、昔と変わらず、よかったら、長逗留して、温泉もご飯も堪能していってよ。と声をかけてくれた。俺は素直にその行為を受け取ることにした。無理をしてでも都会でジタバタしていた自分を、ここで一度リセットしてみよう。それに、しばらくここにいれば、もしかしたらゆいが旅立つ前に、何か手伝いもできるかもしれない。それから数日後、ゆいのパリ行きが迫っている、ある日の夕方だった。俺は、桜湯の廊下で旅館の手伝いをしていた。フロントの帳簿を整理していると、どこからか急に悲鳴にも近い声が聞こえてきたんだ。お父さん、しっかりして。という、ゆいの一生懸命な叫び声。慌てて声のする方へ駆けつけると、玄関先でゆいの父さんがうずくまっているのが見えた。大丈夫ですか？近くにいた宿泊客の女性が、お医者さんはいらっしゃいませんか？と声を張り上げている。切迫したその声を聞いた瞬間、頭より先に体が動いた。俺、医者です。思わず口走った俺の言葉に、ゆいも宿泊客も驚いた表情を浮かべた。そのまま、俺は床に手をついて、ゆいの父さんの脈と呼吸を確認する。意識は朦朧としているが、呼吸はある。顔色が悪く、汗が額に滲んでいる。脳梗塞か心臓か、あるいは単なる貧血か。判断材料は限られているが、とにかく安静にして、急いで救急車を呼ぶ必要があった。急ぎ救急車を呼んで、あと、枕になるものを頼む。そばにいた従業員とゆいが、俺の指示に従ってテキパキ動く。時折おじさんに呼びかけるゆいの声が震えているのが聞こえた。俺は落ち着きながらも、あの忙しかった病院での研修時代を思い出していた。こういう場面では、いかに素早く、的確に対応するかが肝心だ。何度も見てきたはずなのに、心臓がドキドキして仕方ない。やがて、救急隊が到着し、おじさんは担架に乗せられて搬送されていった。意識ははっきりしていなかったが、呼びかけにかすかに応えようとしていた。大事に至らなければいいが、そんな不安が頭をよぎりながら、ゆいも俺も力なく救急車を見送った。あんなに元気だったのに。ゆいは震える声でつぶやき、目を伏せる。どんな言葉をかけていいかわからずに、俺はただ、そっと肩に手を置くことしかできなかった。すると、ふとゆいが、ゆっくりこちらを見つめて、小さく息を飲む。そうた、医者だったの？その眼差しには、驚きと困惑。
そしてわずかな安心が入り混じっている。俺は覚悟を決めたように、こくりとうなずく。医者になってたんだ。けど、もうやめたんだよ。ゆいの瞳が一瞬大きく見開かれる。俺は、その時自分の声が少し震えていたのを感じた。やめたって、それどういうこと？ゆいは玄関脇の椅子に腰掛けると、心配そうに俺を見上げる。さっきまで一生懸命に父さんと呼びかけていた彼女の表情には、まだ動揺がはっきりと残っていた。いや、さっきは、とにかくおじさんを助けることが先決だったから、ちゃんと説明できなくて。俺はため息混じりにそう言うと、旅館のスタッフにひとまずお客の対応をお願いし、ゆいと共に応接間へ移動することにした。あの場所には、今もおじさんが倒れた時の緊迫感が色濃く残っていて、少し離れた方が話しやすい気がしたから。応接間に腰を下ろすと、ゆいは息を整えるように胸に手を当てている。さっきよりは落ち着いたようだが、まだ不安そうな面持ちは消えていない。父さん、早く良くなるといいけど。でも、さっき見た限り、ソータはちゃんと処置してくれたよね。ありがとう。それにしても、ソータが医者になってたなんて、すごいじゃない。昔言ってた夢、叶えたんだね。昔、俺が誰かの命を救う仕事をしたいって言っていたことを、ゆいは覚えていてくれたんだ。懐かしい気持ちと同時に、胸が少し痛む。俺は苦笑いしながら、軽く首を振る。いや、確かに医者にはなった。でも叶えたわけじゃない。結局辞めちまったから。今は無職で、ああいう場面でも医者ですって名乗るのは正直ためらってたんだけど、俺が言葉を詰まらせると、ゆいは優しく首をかしげながらじっと俺を見つめる。あまりに優しい視線に、俺は思わず視線を机の上に落とした。ふと、記憶が遠くへ遡る。俺が将来は困っている人を助ける仕事をしたいと初めて口にしたのは、まだ貧乏のどん底で這いずり回っていた高校時代だった。父親を失い、お金の苦労を嫌というほど味わった。最初は学費の問題もあって、医大なんて無理だと思っていたけど、天野旅館の人たちがいつも温かく手を差し伸べてくれたおかげで、諦めたくないと強く思えるようになった。ゆいの父さんが、俺は医者じゃないけど、人を癒す仕事をやってるつもりだ。お前も自分の力で誰かを救える人間になりたいんだろう。で、背中を押してくれたのを鮮明に覚えている。ゆいの母さんは、学費のことなら、行政の奨学金制度とか、必ず道はあるわよ。調べてあげるから一緒に頑張ろう。と、熱心にサポートしてくれた。そしてゆいも、ソータが医者になったら、私が作ったご飯で体力つけてもらうんだから。なんて笑いながら言っていた。みんなが支えてくれたからこそ、俺は奨学金でなんとか医大に進学できたんだ。本当にありがたかった。恩を返すためにも、絶対に立派な医者になるって、ずっと心に誓っていた。医大時代はかなりハードだったけど、自分が好きで選んだ道だと思えば乗り越えられた。研修医として働き始める頃には、ようやく人並みに患者の前に立てるようになった。今でも覚えている。初めて自分が担当した患者が退院するとき、先生ありがとうねと握手を求められた瞬間は、人生で味わったことのないほどの達成感だった。あの時の嬉しさを、俺は今も鮮明に思い出せる。だからこそ、本当に医者を辞めることになった経緯は、自分でもやりきれない。あんなに頑張って夢を掴んだはずなのに、何が起こったのか、なぜ辞めるしかなかったのか、記憶の奥には嫌な場面がいくつも焼き付いている。俺が勤めていたのは、地元ではそこそこ有名な大病院だった。古くからある病院で、先代の院長はとても人望が厚く、スタッフの声をよく聞く温かい人物だった。俺も先代に可愛がられ、いつかはここの中核メンバーとして活躍してくれたら嬉しいと言われたこともある。しかし、先代の院長が突然体調を崩し、経営の第一線から退いたあたりから状況は一変した。後を継いだのは息子の院長代理、いわゆる御曹司タイプ。
医師免許こそ持っているが、患者を大事にするよりも、経営と権力闘争に意識を向けているような男だった。最初は俺も、先代のためにも、この病院を支えていこうと思って、懸命に働いた。だけどその御曹司は、自分の気に入らない人間を露骨に排除し始めた。俺が新薬の導入に関して疑問を呈した時も、目の敵にされるきっかけになったらしい。それ以来、回らないような過密スケジュールの夜勤や、明らかに自分の担当外の雑用を押し付けられることが増えた。ある日のカンファレンスが終わった直後、院長代理が急に俺を呼び出した。お前、この研究データ、本当に正しいと思ってるのか？彼は皮肉な笑みを浮かべながら、資料を机の上にバサリと投げつける。先代の院長がいた頃は、それなりに認めてもらったデータです。患者さんの経過観察もしっかりして、裏付けもあるはず。そう返すと、院長代理の表情が一気に険しくなる。まったく君ってやつは、患者のためとか綺麗事ばかり言っても、この病院は慈善事業じゃないんだよ。効率よく収益を上げることが大事なんだ。わかってるか？彼は俺の返事を待つつもりもないらしく、椅子にふんぞり返って続ける。それからこれ、明日までに対応しておけ。そう言って渡されたのは、明らかに俺の担当外の雑務。それだけじゃなく、医師免許がなくても処理できるような書類仕事の山まで押し付けてきた。でも、明日は夜勤明けで外来も。言い終わらないうちに、院長代理はわざとらしく舌打ちをする。はぁ？文句でもあるわけ？まさか、君ごときが僕に逆らう気じゃないよね。その言葉を聞いた瞬間、周囲にいた看護師や事務スタッフがさっと目をそらした。誰も助け舟を出す人はいない。院長代理の逆鱗に触れれば、一瞬で立場を失うという噂が、もう院内に広まっているのだ。わかりました。やります。そう答えるしかなかった。患者のために、と自分に言い聞かせようとしたが、無理にでも納得しないと自分が追い詰められるだけだった。後ろを向いて部屋を出るとき、院長代理の冷たい声が突き刺さる。君は、先代に気に入られていただけだろ？もうあの時代は終わったんだからさ、勘違いしないでね。その瞬間、悔しさと怒りで胸がいっぱいになった。それでも何も言えないまま、黙ってドアを閉める。外に出てからようやく息を吐くと、手が震えていた。くそ。自分の無力さが腹立たしかった。患者を救おうと努力すればするほど、まともに現場に立つ時間が削られる。雑務に追われ、心ない言葉で押さえつけられて、いつの間にか医者として患者のために働くという原点が遠のいていく。周りを見れば、同僚たちは関わらない方が身のためと無言で距離を置き、誰も手を貸してはくれない。先代が築いた温かい職場は、一月も経たないうちに無産してしまった。気づけば、俺は患者をちゃんと見る時間さえ確保できないような環境に追い込まれていた。わけのわからない仕事を押し付けられるばかりで、医師としてのやりがいは完全にそがれていった。毎日がストレスとの戦いで、心身ともに限界が近づいていた。結局、こんな場所で医者を続けても患者のためにならない。と思い始めた頃には、俺の中で病院を辞める決意が固まっていた。俺が意を決して、この病院を辞めさせてください。と伝えたその瞬間、院長代理の表情があざけるように歪んだ。彼はわざとらしく腕を組み、ゆっくりと椅子にふんぞり返る。へえ、辞めるってか。まあ好きにすれば。そもそも、父がやたらと君を買ってたみたいだけど、大したことはなかったな。所詮は田舎の大学出身だろ。大学病院で華々しく研究してたってわけでもないし、君の経歴を見ても、特筆すべき実績なんてほとんどない。正直、なんで父が君なんかを目にかけていたのか、俺にはさっぱり理解できないよ。言いながら、彼は書類の束をデスクの端へ雑に払いのける。まるで、俺という存在がその程度の扱いに値する。とでも言いたげだ。まあ、せいぜい、父に気に入られていた過去の栄光にすがりついてるんだろうけど、もうここじゃ通用しないよ。口先ばっかりで、仕事も満足に回せないしね。むしろこのままやめてくれた方が、うちにとっては都合がいい。
いちいち意見してくる人材なんていらないんだからさ。院長代理の視線は冷たく、まるで虫けらを見るかのように俺を見下している。彼にとっては、先代が俺を評価していた事実そのものが気に入らないのだろう。机に向かってタップを打つ指の動きも、苛立ちを隠そうとしない。何か言いたいことがあるならどうぞ。ああ、でも、お望み通りやめますっていう言葉なら大歓迎だからね。田舎の大学出身の先生には、俺の病院はちょっとレベルが高すぎたかな。彼の嘲笑に似た声が耳に刺さる。俺がこの病院で積んできた実績や努力なんて、彼にとっては何の価値もないのだ。そんな冷たさがひしひしと伝わってきた。俺が本当にやりたかった医療行為なんて、あの病院にはもうなかったんだ。そうして、俺は辞表を出して病院を去った。俺は、重苦しい口調で、そうした経緯を簡単に説明し終えると、ゆいは目に涙を浮かべていた。彼女はそっと拳を握りしめて、悔しそうに唇を噛んでいる。そんな、そうた、あんなに一生懸命頑張ってたじゃない。夜遅くまで勉強してたのも知ってるし、奨学金返すためにバイトだって掛け持ちして、それなのに、こんな形で終わっちゃうなんて。声を震わせながら、ゆいは悲しそうに続ける。やめていいよって言うと、変かもしれないけど、私はソータのことを見てきたからさ。あんなに頑張って医者になったのに、そんな権力争いのために努力したわけじゃないでしょ？患者を救いたかったんだよね。だったら、そんな病院を辞めたっていいじゃない。ソータが間違ってるわけじゃないんだから。その言葉を聞いて、俺は心の奥底に溜まっていた濁った感情が、すっとほどけていくのを感じた。辞めたことへの後ろめたさ、挫折感、申し訳なさ。いろんな思いが俺を苦しめてきた。でもゆいの言葉には、それでもお前はお前だと言わんばかりの温かさがあったんだ。ありがとう。正直ずっと自分が情けないと思ってた。散々周りに助けてもらって、医者になったのに、一人前になりきる前に辞めるなんて。俺の声は震え、視線を落とす。すると、ゆいは立ち上がって、俺の隣に座り、そっと背中をさすってくれた。昔もよく、俺が貧乏で落ち込んでいる時に、こうやってそばにいてくれたことを思い出す。でもさ、今日こうして、父さんを助けてくれたじゃない。おかげで命に別状はないかもしれない。今はきっと、応急処置や検査をしてくれていると思うけど、ソータのあの瞬間の的確な対処がなかったら、もっと大変なことになってたかもしれないよ。ゆいの言葉に、俺はふっと力が抜ける。まだ結果はわからないが、俺にできる限りのことはした。あれが間違っていなければ、ゆいの父さんの容体は安定するはずだ。こういう時、自分が医者でよかったと思うんだ。もし辞めてなかったら、もっと知識や経験を積んで、より良い治療ができたのかなって思うと悔しいけど。でも、辞めたからって、医療の知識や経験そのものが消えるわけじゃないよな。ゆいは力強くうなずく。うん、そうだと思う。ソータは確かに医者だよ。辞めたって言っても、今日のことが証明してる。ソータには人を救う力があるんだよ。だから、またきっと自分らしい形で誰かを助ける日が来ると思う。その言葉を聞いて、胸の奥が温かくなる。確かに俺は病院を辞めたけど、医師免許もスキルも全部失ったわけじゃない。ただ、その使い道を見失っていただけなんだ。そうかもな。ありがとう、本当に。俺は感謝の気持ちを込めて、ゆいに向かって深く頭を下げる。すると彼女は、少し照れたように微笑んだ。今日はとりあえず、父さんがどうなるかわかるまで待とう。もし何か必要なことがあれば、今みたいに力を貸してほしい。お願いね。ゆいの声はまだ不安定で、かすかに震えていたが、どこか芯の通った響きがある。俺は静かにうなずき、彼女の手にそっと触れながら言った。もちろん、おじさんには恩があるし、ゆいのためにも俺にできることがあれば何でもするよ。今度こそ、誰かを助けたいって気持ちを見失わないようにしたいから、応接間の窓からは、まだ沈みきらない夕日がかすかに差し込んでいた。オレンジ色の光が俺たちを照らし、まるで、ここからまた始めろ、
と言わんばかりに背中を押してくれているようだった。翌朝、台所の隅で途方に暮れるように立ち尽くしているのは、ゆいの母さんだった。大きな鍋や包丁が無造作に置かれ、いつになく散らかった厨房。普段なら料理長が仕切っているはずの食事の準備だが、その料理長、ゆいの父さんはあの後、入院してしまい、厨房は回らなくなっていた。困ったわね。どうしたってお父さんがいなきゃ回らないわ。臨時の人を探してるけど、そう簡単には見つからないし。ゆいの母さんは、うなだれるようにため息をつく。そこへ、白いエプロンを巻いたゆいが、迷いのない足取りで入ってきた。私がやるよ、母さん。料理なら任せて。ゆいの言葉に、彼女ははっと顔を上げる。だが次の瞬間、まるで思い出したかのように、申し訳なさそうな表情になった。でも、お父さんが絶対にあなたには任せるなって、電話越しにもわかるくらい、すごく怒ってたのよ。あいつは海外にかぶれて、旅館の味を台無しにするだけだって。ゆいは歯を食いしばりながら、それでも一歩も引かない様子だ。じゃあどうするの？このままじゃ夕食が用意できなくて、お客さんに迷惑かけるでしょ？私しかいないんだから、お父さんがどう言おうと構わない。とにかく今は旅館を守らなきゃ。ゆいの母さんは言葉に詰まり、うつむくしかなかった。俺はその場で見守ることしかできない。ゆいが普段よりも強く見えるのは、きっと、ここを支えたいという意志が固まっているからだろう。その日の夕方、ゆいの母さんと、俺は何とか夕食の支度を終え、旅館の宿泊客に料理を提供した。ゆいが考案したメニューは和食をベースにしつつ、ほんの少し洋のエッセンスが入った独創的な料理だった。お客さんたちは、美味しいね。見た目も綺麗だ。と大満足の様子で、みんなはほっと胸をなで下ろしている。ゆいが作った食事で笑顔がこぼれていくのを見て、俺も誇らしく感じた。夜になり、ようやく手が空いた頃、ゆいの母さんがふと思い立ったように言う。こんな遅い時間だけど、やっぱりお父さんのお見舞いに行ってあげて。今日はゆいが一人で頑張ったことを、ちゃんと話してきてちょうだい。ゆいは少し迷ったように目を伏せたが、やがて決心したようにうなずく。そして俺も、一緒に行こうと声をかけると、彼女は少し心強そうに微笑んだ。病院に到着すると、受付のスタッフが面会はあと少しで終了だと伝えてくれた。大急ぎで病室に向かうと、ベッドで点滴を受けているゆいの父さんがこちらに気づいて顔をしかめる。こんなところまで来るとはな。勝手に厨房をいじくり回したらしいじゃないか。海外にかぶれたお前が旅館の料理なんぞできるわけがないだろう。ゆいの父さんは顔色こそまだ悪いものの、怒りをぶつけるだけの力は残っているらしい。ゆいはすくっと背筋を伸ばし、はっきりと口を開く。私はただ、お客さんに喜んで欲しかったの。海外へ行って新しい料理を学ぶのは私の夢だった。だけど、ソータが目の前の人を救う姿を見て、私も今、目の前にいる人を笑顔にしたいと思ったの。お父さんとお母さんがずっと守ってきた大切な旅館、終わらせたくないから、自分のできることで支えたいの。一瞬、ゆいの父さんは言葉を失ったように見えた。それでも、怒りを込めた声で続ける。でもお前の夢はどうなるんだ？俺が倒れたばかりに、せっかくのチャンスを棒に振らせてしまったんじゃないのか。ゆいは首を横に振って、少し震えた声で言う。夢を捨てたつもりはないよ。海外にはいつだって行ける。でも、それよりも今大事なのは、お客さんを笑顔で送り出せる料理を作ること。そしてこの旅館を守り抜くことだって、はっきり分かったの。ソータが頑張るのを見ていたら、私も頑張りたくなったのよ。ゆいの瞳は涙をこらえながらもまっすぐに父親を見つめている。しばらく沈黙が続いた後、ゆいの父さんはちっと小さく舌打ちしてそっぽを向く。しかし、その肩はかすかに震えていた。勝手にしろ。お前がやりたいならやればいい。病院にいる俺が口を出せるわけじゃない。すまなかったな。お前の夢を潰してしまったのかと思って責めてたんだ。
ポロリと涙が落ちる。その瞬間、ゆいの目にも大粒の涙が溢れてきた。俺は思わず声をかけられずにいたが、彼女は涙を拭いながら父親に近づき、そっと手を握る。潰されてなんかないよ。私の夢はまだ続いてる。でも、もう一つ新しい夢も見つけたの。ここに来てくれる人たちに喜んでもらいたい。それをお父さんとお母さんに見てほしいの。私が生まれ育った旅館をもっと素敵な場所にして、いつか誇りを持って引き継げるようにしたいんだ。その言葉に、ゆいの父さんは席を切ったように泣き出し、お前の好きにしなさいと繰り返す。親子がこんな風に泣いて抱き合う姿を、俺は初めて見た。病室の薄暗い明かりの下で、小さく拍手を打つように、ゆいの涙が父親の肩を濡らしていた。そして帰り道、病院のエントランスを出て、夜の空気を思い切り吸い込みながら、ゆいが少し照れたように俺を振り返る。ありがとね、そうた。お父さんともちゃんと和解できたし、それからしばらく旅館にいてくれない？私の料理もっと食べてもらいたいんだ。もちろん手伝ってもらいたいこともあるけど、ゆいの小さな笑みが夜風の冷たさなんて忘れさせるくらいに暖かかった。胸の奥がじんと熱くなる。俺は任せとけとうなずいて、彼女と並んで駐車場へと歩き出した。彼女が新たに見つけた夢の一端を、俺もこの旅館で支えてみたい。そう心から思える夜だった。数日後、昼過ぎのロビーは、昼食を終えた宿泊客がそれぞれ部屋に戻って一息ついている時間帯で、静寂に包まれていた。俺は細々とした片付けを終え、手にした雑巾を洗いに裏の水場へ行こうと腰を上げる。すると、玄関の戸が乱暴に開く音が響いた。おい、立花はいるか？聞き覚えのある、高圧的な声。思わず顔を上げると、そこに立っていたのは成瀬だ。かつて俺が勤務していた病院で院長代理を名乗り、好き勝手に権力を振りかざしていた御曹司だ。成瀬、どうしてここに？思わず口をつく問いに、成瀬は嫌な笑みを浮かべる。どうして？そんなもん、お前を迎えに来たに決まってるだろ。お前がこの田舎旅館で雑用をやってるって聞いてな。わざわざ来てやったんだぜ。ロビーにいた中井さんが、ご宿泊の方でしょうか、と声をかけようとするが、成瀬は手をひらひらさせて制し、鼻でせせら笑うように言い放つ。はは、勘違いするなよ。こんな安っぽい旅館に泊まる趣味はない。俺はただ、立花ってやつに話があってきたんだ。苛立ちと恥ずかしさが胸を刺す。周囲の宿泊客や従業員が不安そうにこちらを見ているのを感じる。俺はできるだけ平静を装い、成瀬の前に立つ。用があるなら手短に言ってくれ。ここはお客さんの迷惑にもなる。おお、えらく威勢がいいじゃないか。で、お前が今やってる仕事って、雑巾がけか？はは、お似合いだな。人を救う先生から、ずいぶん格が落ちたもんじゃないか。そんな姿、誰が想像したよ。周りに聞こえるように、わざとらしく笑いをまき散らす成瀬。ロビーの空気が一瞬にして冷え込む。言われるまでもなく、俺自身、元医者としてのプライドは持ち合わせていたはずだ。だが、今はこの旅館を支えたいという思いで働いている。見下されても仕方ない部分はあるのかもしれない。成瀬、あんたが何を言おうと自由だが、ここは旅館なんだ。客でもないのに大声を出すのはやめてくれ。そう言うと、成瀬はにやりと口の端を吊り上げた。おいおい、その口の利き方はなんだ？病院の頃は俺に頭が上がらなかったくせに。まあいいか。それより、そろそろ病院に戻ってこないか？あれだけ勉強して医者になったんだ。こんなところで泡にでもなって溶けていくのはもったいないだろ。彼は俺を寝踏みするようにじろりと見下ろす。俺は寛大だからな。お前みたいな雑用要員でも使い道はいくらでもある。お前が抜けても病院は楽勝だったけど、どうせならいちいち外注したくないからな。昔の駒を呼び戻してやるのも悪くないと思ってさ。あからさまに人を見下す姿勢。その尖った声がロビーに響くたび、胸がさらにざわつく。まるで、お前は道具だろとでも言わんばかりだ。
ありがたいお誘いだが、悪いが戻るつもりはない。ここでやるべきことがあるから。はは、そうかよ。水教なもんだな。所詮、お前は田舎育ちの貧乏医大出身だろ。正義感とか理想とか、綺麗事ばかり並べて、結局、自分じゃ何も変えられなかったんじゃないか。だから逃げ出すしかなかったんだろ。言葉の刃は止まらない。周囲にいた中井さんが、お客様、と止めに入るが、成瀬は全く意に介さない。それにしても笑えるな。そんなに頑張って医学部を卒業して、結局は雑巾掛けか。かわいそうに。まあ、もし気が変わったら、俺のところに連絡してこいよ。大病院の権力争いは大変なんだ。雑用くらいは任せられる奴が必要だからな。そう吐き捨てると、成瀬はきびすを返す。こちらに背を向けたまま、最後に、じゃあな先生、と皮肉たっぷりに言い放ち、玄関の戸を乱暴に開け、成瀬が外に出ようとした瞬間、落ち着いた声が彼の背中を止めた。本当か？今の話は、随分と私が聞いているものとは違うがな。その声に、成瀬はぎょっとして振り返る。そこに立っていたのは、スーツ姿だが、首元を少し緩め、どこか疲れの色を浮かべながらも、昔と変わらぬ威厳を漂わせる年配の男。成瀬の父親にして、俺が仕えていた大病院の先代院長だ。俺は一瞬息が詰まる。彼が桜湯に湯治に来ていると聞いてはいたが、まさかこんな場面で顔を合わせるとは思わなかった。父さん、どうしてここに？あれほど堂々としていた成瀬は、あからさまに動揺している。医者に勧められてな。この温泉が体の負担を和らげると聞いたので、しばらく湯治しようと思って来ていたんだ。だが病院の方が大変だと聞いてね。お前が楽勝という割には、内部は混乱しているらしいじゃないか。低く落ち着いた声ながら、その眼差しは、成瀬を射抜くように鋭い。成瀬は言い訳を探すように目を泳がせ、俺の方をちらりと見てから唇を歪める。何も大変じゃない。俺が院長代理として現場を仕切ってるし、あいつがいなくなってからだって全然問題なく回ってるんだよ。多少の人手不足はあるけど楽勝だ。それで、楽勝だと言いながら、どうしてわざわざここへ来て、彼を連れ戻そうとする？本当に問題がないのなら、お前が出向く必要もないだろう。院長の追及に、成瀬はぐっと言葉に詰まる。俺はそばで、ただ成瀬の顔色を伺うしかない。病院でのことを思い返すと、成瀬が権力を握りたがった理由もわからなくはないが、そこに医療への真摯な思いがあったとは到底思えない。お前は彼の正体を知っているはずだ。何も知らないまま彼を追い出したわけじゃあるまい。院長は淡々と尋ねる。その口調こそ穏やかだが、その奥には容赦のない追求の意志がこもっていた。別に追い出したわけじゃ。奴が勝手に辞めただけで、俺はただ、あいつの態度に問題があると思って。あいつ？態度に問題があるどころか、彼はまだ研修医上がりの頃から、すでに複数の症例研究をまとめ、若手医師として国際的に評価されたんだぞ。お前も知っているだろう。学会誌に論文が掲載された時は大反響だったし、海外の研究グループからも共同研究の打診を受けた。そんな医師はうちの病院では滅多に出てこない。貴重な存在だったじゃないか。院長が語るのは、俺が病院にいた頃、最も輝いていた思い出だ。大規模な症例検討で、俺が携わった新しい治療プロトコルをまとめた論文は、若手にしては異例の学会最優秀発表賞を受賞した。術後合併症のリスク低減に関する研究で、患者や専門医から広く注目された。それを機に、この研究を一緒に進めたいというオファーが海外から届き、周囲が色めき立っていたのを覚えている。だが、それを面白く思わなかった人間が少なからずいたのも事実だ。特にこの成瀬がその筆頭だった。実績ある医者を楽勝なんて言い草で貶めて、結局お前はどうしたい？お前自身の実力不足をごまかすために彼を排除したようにしか見えんがね。ぐさりと突き刺さる言葉。成瀬は苦々しげに唾を飲む。
それは、俺だって努力してるさ。彼よりも優秀だって認めさせたかっただけで。認めさせるどころか。お前のせいで病院の運営は混乱している。スタッフや患者は不安を口にし、彼を頼ってやってきた患者たちは行き場を失った。お前は己の保身のために彼を陥れたに過ぎない。先代院長のその言葉がロビーに重々しく響く。成瀬は目を伏せたまま、かすかに肩を震わせていた。さっきまでの尊大な態度は消え失せ、何かを一生懸命にこらえているように見える。保身だって？そりゃ、そうかもしれないさ。かすれた声で、成瀬は吐き捨てるように言った。斜め下に向いた視線は、畳の目をじっと睨んでいる。でも、俺だって簡単じゃなかったんだよ。父さんの後継者なんて、誰もが羨むって言うけど、周りには、あいつは院長の息子だからって色眼鏡で見られ続けた。俺が医者として成功しても、どうせバックがあるからだろうって言われて。そこまで言うと、成瀬は悔しさと苛立ちの混じった視線をちらりとこちらへ投げる。そしてまた目を伏せ、続けた。しかもあいつ、立花は何もかも本物だった。学会で賞を取りゃ周囲は大騒ぎで、患者は彼を指名し、同僚は彼に敬意を払う。俺なんか誰も見ちゃいなかった。どうして俺が院長の息子なのにあいつばかり。認めたくなかったんだよ。苦しげに吐き出される言葉を、先代院長は静かに聞いている。俺も何も言えずに、ただ、成瀬の横顔を見つめる。彼の内心に、これほどのコンプレックスや焦りがあったなんて、まるで想像もしていなかった。でもだからといって、彼を病院から追い出し、挙句の果てにここまで来て連れ戻そうとするのは筋が違うだろう。先代院長の声は低く怒りを帯びているが、その奥には悲しみの色も感じられる。立花君はまだ若いが、国際学会で認められるほどの功績を上げ、さらに患者を救える技術と熱意を持っている。お前がどんな事情を抱えていようと、彼を排除するというのは、医学界にとって大きな損失だ。それに彼を排除して得られたものは何だ？スタッフの離反、患者の不満、病院の混乱、そして、ここでのこの集大だ。先代院長の声は静かだったが、容赦なく成瀬の心をえぐっていく。成瀬は唇を噛み締め、拳を握りしめる。お前は自分の実力不足に向き合わず、他人の足を引っ張ることでしか存在感を示せなかった。それでは、いずれ医師としても、経営者としても破綻するだけだ。お前は一からやり直すべきだ。自分が何をしたいのか、医師としてどうありたいのか、根本から問い直せ。そこまで言い終わると、先代院長はほんの少し息をつき、成瀬を正面から見据えた。成瀬は、しばし視線をさまよわせた後、わかった、と、つぶやくように言う。正直、今すぐ何をどう変えればいいのかもわからない。でも、父さんの言う通り、このままじゃダメだってことは、もう痛いほどわかった。一からやり直すよ。どこか上ずった声で、成瀬は苦しそうに言葉を継ぐ。そして俺に視線を向け、その目はわずかに潤んでいるようにも見えた。立花、悪かったな。お前のことを認めてたんだ。だからこそ、負けたくなかったんだよ。胸が締め付けられるように痛む。成瀬からそんな言葉を聞くなんて、正直想像もしなかった。認めてたって、そんな風に思ってくれてたのか？思わず小さな声が漏れる。俺が病院で、成瀬の陰湿な嫌がらせに苦しめられていた頃、彼がこんな感情を抱えていたなんて、夢にも思わなかった。ああ、お前は俺にないものを全部持ってた。技術も学会での評価も、患者の信頼も、院長の息子っていう肩書きだけで優位に立ってるはずの俺が、お前にばかり先を越されるのが耐えられなくて、俺だって一生懸命に勉強してたんだ。悔しさと自己嫌悪が入り混じったような苦い笑顔。そのまま成瀬はうつむき、拳を握りしめた。見れば、その手はかすかに震えている。先代院長は、そんな息子の姿をじっと見つめながら、小さく息を吐く。わかったのなら、今からでも遅くはない。一からやり直せ。
周りを陥れるのではなく、自分の力を正しい方向に注げ。二度と同じ過ちを繰り返すなよ。重々しい叱責ではあるが、その声にはどこか救いを与えるぬくもりが感じられた。成瀬はもう何も言えず、ただ父親の言葉に小さくうなずいている。俺はそんな二人のやりとりを見守りながら、内心でそっと安堵していた。成瀬が自分の心情を吐き出すことで、一歩を踏み出すきっかけをつかめるのかもしれない。そして、もし彼が変わろうと本気で思うのなら、それは俺にとっても救いになるはずだ。成瀬は玄関へ向かいながら、最後にもう一度俺を振り返った。悪かった。それしか言えないけど、いずれお前に胸を張れるようになりたい。そしたら、今度はちゃんと、同じ舞台で勝負しよう。そうつぶやき、彼は旅館の外へ消えていった。扉が静かに閉まると、ロビーには潮が引いたような静寂が戻る。先代院長は低く咳払いして、すまなかったな、騒がせてしまって。と俺に頭を下げる。いえ、まさか成瀬があんなことを思っていたなんて。言葉を探していると、院長は目を細めて小さく微笑んだ。人はな、外から見える姿だけじゃ測れない。君に非があったわけじゃないが、あいつにもあいつなりの苦しみがあったということだ。ただ、方法を誤ったんだよ。俺は黙ってうなずき返す。胸の奥でわだかまっていた幾多の感情が少しずつほどかれていくような気がした。これで成瀬が本当に変われるなら、俺ももう一度前に進めるかもしれない。玄関の外では夕日が山際を赤く染めている。桜湯ののれんがかすかに揺れ、温泉の湯気を運ぶ風が旅館の中へ吹き込んできた。俺はその暖かさを感じながら、いつもと変わらぬ廊下をゆっくりと歩き出した。あれから数週間が経った。ゆいの料理は、旅館の宿泊客からも好評を博し、一時は穴の開いていた厨房も、彼女を中心に見事に立て直されている。おじさんが急病で倒れた時には、正直どうなるんだと思ったが、ゆいは一歩も引かずに引き受けてくれた。その甲斐あって、桜井は少しずつ客足を伸ばし、今では連日予約が埋まりつつある。昔からの当時客だけでなく、ゆいがアレンジした洋風の要素を取り入れた和食に惹かれて、やってくる若い世代の客も増えたようだ。そして、おじさんも順調に回復に向かっていた。まだ完治には時間がかかるが、担当医からは、日常生活へ復帰できるまで、あともう少し頑張りましょうと、前向きな言葉をもらっている。俺も時々お見舞いに行って、リハビリのアドバイスをすることがあるが、医者がここにいちゃ助かるな。帰ってきて正解だろ。と、笑顔で言ってくれるのが嬉しかった。そんなこんなで、旅館は落ち着きを取り戻している。俺も厨房やフロントの雑務をこなしながら、夜は久しぶりに本格的な医学書をめくることがある。やっぱり、一度身につけた知識を完全に捨てきるなんてできない。誰かが倒れた時に少しでも助けになれれば。そんな思いで日々を送っていた。一方、成瀬のその後。あの時、父である先代院長から厳しく叱責されて以来、彼は病院へ戻り、医師としても経営者としても、一からやり直す決心をしたと聞いている。俺に直接の連絡はないが、周囲から伝え聞く話では、今は地道に現場を回り、患者やスタッフと向き合う努力をしているそうだ。口ばっかりだった成瀬さんが、最近はだいぶ謙虚になりましたよ。少なくとも前のように権力で物を言わせることはなくなりましたね。そんな声を耳にすると、胸が少し軽くなる。かつての嫌がらせを考えれば、複雑ではあるが、彼が変わろうとしているのなら、いつか真っ当に医療に貢献できるかもしれない。俺だって、一度は病院を去った身。お互いにやり直しが効くのなら、それは悪い話じゃないと思う。そんな折、先代院長がまた桜湯にやってきた。以前よりも顔色が明るく、リハビリの成果もあってか、ずいぶん元気そうだ。俺はフロントで出迎えた時、思わず、お久しぶりです、院長先生。と声をかけてしまい、先代院長は、いや、もう院長じゃないんだがな。と笑って答えた。けれど、その笑顔にはどこか決意の色がある。どんな用件でここへ来たのか、うっすら察しがついたのは、彼が俺を呼び止めた時だった。立花君、
話があるんだ。少し時間をもらえるかな。空いた客室で、俺と彼は向かい合って座る。旅館らしい落ち着いた畳の上で、先代院長は少し表情を引き締めた。そろそろ、病院に戻ってはくれないだろうか。正直、君の存在を必要としている患者やスタッフが大勢いるんだよ。君が辞めてからどれだけ大変になったか、私のところにもたくさん報告が上がってきている。友樹も反省して君の元で学びたいと言っている。君は若いが次期院長候補としても十分に。そう切り出された時、胸が大きく揺れた。けれど、俺はすぐに首を横に振る。すみません。戻るつもりはありません。院長の瞳が少しだけ驚いたように見開かれる。俺はそのまま全てを説明する。俺はまだ医者としての夢を捨てたわけじゃない。でも、親を亡くしてからずっと、ここのおじさんや家族にお世話になってきたんです。恩返しをしたいし、実は今、そのおじさんが入院している病院から、スカウトのような話をいただきまして、その病院は旅館からも近いんです。そこに非常勤で勤めながら、桜井を支える方法を模索しようと思っています。院長は黙って聞いている。桜井は、俺にとって第二の家なんです。父親代わりだったゆいの父さんを手助けしたいし、ここに来てくれるお客さんを笑顔にしたい。それをしながら、医者としての腕も研ぎ直していく。そんな働き方だって、ありだと思うんです。都会の大病院に戻らなくても、人は救える。そう感じるんですよね。そう言い切った後、院長は少し寂しそうな笑みを浮かべたが、やがて、そうか、と頷いた。君の意志は固いんだな。確かにどこにいようと医者は医者かもしれない。君が誰かを救いたいという気持ちを持ち続ける限り。そうだな。君の好きにすればいい。いつかまた本格的に復帰したくなったら、その時は遠慮なく声をかけてほしい。最後の言葉には惜しむような響きがあった。院長はそう言い残して立ち上がり、障子越しに外の景色を見渡す。相変わらずいい温泉だ。私もここでまたしばらく湯治させてもらうよ。それにしても君がこうして元気に働いている姿を見ると安心する。病院の廊下では見せなかった穏やかな笑顔。俺は深く頭を下げ、それが今の俺の答えであることを伝える。先代院長との話を終え、廊下を通ってロビーへ戻ると、ちょうどゆいが休憩を取りに出てきたところだった。湯気の漂う厨房から少し離れた場所で、彼女は口元にハンカチを当てながら、ふーと息をついている。あ、そうた。元院長先生と話してたんでしょ？どうだった？戻らないかって誘われた。次期院長候補として。そう答えると、ゆいは一瞬目を丸くする。そうなんだ。それで？断ったよ。ゆいも知ってるだろ。俺が何のためにここに戻ってきたか。医者としては中途半端かもしれないけど、ここで救える人がいるなら、俺はそれでいいんだ。そっか。ゆいの瞳に、わずかな迷いの色が揺れる。いいの？本当に。都会の大病院に戻らなくて、そうたなら絶対活躍できるのに。俺は小さく息をつく。正直、全く未練がないわけじゃない。けれど、今はそれよりも大切なことがあると感じている。大丈夫。病院の規模が大きかろうが小さかろうが、病気や怪我を抱えている人を救いたいっていう気持ちは変わらない。だったら、どこにいてもいいだろ。それに、俺がこの旅館で働く理由はもう一つある。ゆいが不思議そうに首をかしげる。俺は意を決して彼女の手首をそっと掴む。少しだけ驚いたように目を丸くする彼女を前に。言葉がうまく出てこなくて恥ずかしさで胸が熱くなる。やっぱり好きな人のそばにいたいんだ。俺はずっとゆいに助けられてきた。貧乏だった俺の家を気遣ってご飯を分けてくれたり、風呂を使わせてくれたり、その時からどこかでずっと憧れてたんだと思う。大変な時に支えてくれたのはいつもゆいだった。だからこそ今度は俺が少しでも支えたい。最後の方はかなり早口になってしまった。ゆいは目を瞬かせた後、顔をほんのりあからめたまま
小さく笑う。そっか。ありがとう。私もソータがいてくれると心強いよ。旅館の料理をやるのも、海外で修行したい夢をいつか叶えるのも、全部一人じゃ不安だけど、ソータがそばにいてくれたら頑張れる気がする。そう言って、彼女は少しだけ背伸びをして、俺の耳元に囁いた。おかえり、ソータ。胸がドキリと跳ね上がる。過去の苦しい思い出も、都会で味わった挫折感も、その一言で全部が報われるように感じた。俺は彼女の手をしっかりと握り返し、大きく息を吸い込む。外はすっかり日が暮れて、田舎の山あいを染める夕日が旅館の廊下に差し込み、畳をオレンジ色に照らしている。遠くからは当時客たちの笑い声がかすかに聞こえてくる。ここでならもう一度やり直せる。医者としても人間としても。大病院の華々しい肩書きがなくても救える人は必ずいる。そして何より俺のそばにはユイがいてくれる。それだけで明日が楽しみになるんだ。さあ、仕事に戻るか。夕食の準備を手伝わないと、また母さんに怒られるかもしれないよ。ユイが照れ隠しなのか、わざと明るい声で笑う。俺もそれに釣られたように笑い返し、よし手伝うよ、と調理場へ駆け出す。ふと手元を見やると、彼女の指先がそっと俺の袖口をつまんだままで離れようとしない。これが俺の選んだ新しい道。どこにいても医者は医者。だけど、好きな人のそばで人を救いながら生きていきたい。それが俺の答えなのだと思う。廊下の奥からは温泉の湯気とともに食欲をそそる出汁の香りが漂ってくる。桜井は今日も忙しそうだけれど、なんだかその景色が一層愛おしく思えた。やっと見つけた大切な場所を守るため、俺は明日もここで汗をかくのだろう。そこにいてくれる人の笑顔を支えながら、少しずつでも前に進んでいける。そんな確信を胸に抱きながら。